こんにちは、ネイチの猪俣です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は、最近までですね、ちょっと久しぶりに海外の方に行ってまして、一人旅をしてきました。でその時に、ショート動画では紹介しているんですけれども、こちらのラバークロスというもので、貴重品入れにもぴったりなこういうショルダーをつけたタイプのポシェットですね。実際にこの記事で、今回動画の方で紹介しようかとも思ったんですけれども、ちょっとですね素材が少し難しいということと、最近ねちょっと流行ってるヌビキルトを使って非常にですねちょっと近い感じの素材感ではありますので、こちらの方で、代用して作ってみようかなと思いまして、作品の方を紹介していこうと思います。でこちらはですねこれから作られる方のヒントになればと思うんですけれども、ラバークロスといって結構収縮のある生地になります。収縮のある生地なので、ちょっと針とかもですねだいぶ厚いですし、針も結構太いものを使わないと目飛びしてしまうっていう現象が非常に多く私が縫っていても出てきました。なので、もし同じ生地でチャレンジされる方は、針の号数ですね、針の番手もちょっと太めのものを選んでいただくとか、あとお使いのミシンで使える針番号かどうかも調べていただいてから、お作りいただけるといいんじゃないかなと思います。こちらのラバークロスは国家ファブリックさんの方で紹介されている生地になっています。でボンドなどでも作れる素材になってますので、よかったらホームページの方で参考にされるといいかなと思います。で、なるべくね近い感じのデザインで作ろうかなと思いまして、で今回ラバークロスの方はこちらのだいたいファスナーの上は上にステッチ入れるんですけれども、ここも非常に直接ステッチを入れるのは難しい箇所ではありましたので、ここには入れずに下だけにして使ってました。で使う分には全然問題なかったので、下だけねちょっとマリメッコの生地を使って雰囲気を出しているところです。でリバーシブルになってるんで、内側はグレーの素材になっていて、で切りっぱなしでもラミネートと同じですね。縫い代が出てこない、縫い代ってこうほつれが出てこないタイプになってますので、すごくね縫った後は扱いやすい素材かなと思います。でこちらはよかったら参考にしてみてください。とてもね軽くて肌身離さず身につけるパスポート入れたりとか貴重品入れたりするのにはすごく最適な素材ではあります。で今回紹介するのはこちらヌビキルトを使った小さなスクエア型のポーチになります。で、長さはですねご自由に決めていただいていいかなと思いますけれども、今回ちょうどバッグを作っていたところの余り生地で作ったので、このようなちょっと四角いね座布団みたいな形に仕上がったので、ちょっと座布団ポーチというふうに名付けてみたんですけれども、こんな感じの仕上がりで、今回は紹介していきたいと思いますので、よかったら一緒に作っていただけたらと思います。内側も、こういうふうにねこう縫い代が見えないようになってます。ただこうちょっとくるんだりするっていう技がね必要になってきますけれども、ゆっくり進めれば1枚の生地で仕上げることができますので、こういうところどうなってるのかなっていうのも意識しながら見ていただけたらと思います。でこう斜めに使えるようにこう最初の作ったものは、タグを入れてみたんですけども、もう一つの方はここにタグを挟んでみたりとか、そうすることでこういう向きを気にせずに使うことができるので、こうぶら下げた時に斜めになったりとか、横に使ってもいいし縦に使ってもいいしっていう、デザインにしてみました。それでは、早速始めていきましょう。はい、それでは準備するパーツの紹介です。こちらは本体になります。使うときはこう縫い目が横になるような感じでこのようにして使っていきます。縦の長さは 36.5 センチ、横の長さは 18.5 センチになります。
ヌビキルトは韓国発祥というふうに言われてるんですけれども、キルティングは大抵こう斜めに入っているものなんですけれども、こちらはステッチが縦に入っているものになります。でこのピッチがですね、これは 7mm のタイプのものを今回使用していきます。こちらはループになります。こちらは35センチ、この幅は5センチになります。でこちらとこちらがファスナーと一緒に使うパーツになります。上のパーツは縦の長さが、ここがですね4センチになって、幅は本体に合わせた 18.5 センチになります。こちらは下側に使うパーツになります。縦の長さは 5.5 センチになります。でこちらは2枚は同じサイズで縁取り布になります。幅が4センチ2枚になります。でここの縦の長さは、作りながら調節していきますけれども、だいたい 18.5 センチ、本体の幅と同じサイズで、用意しています。それでは細かいパーツの方の紹介になります。こちらは20センチのファスナーになります。タブはお好みでご用意ください。あと1センチのね幅のものが入るナスカンと、こちらもタブの方が入る1センチのタブが入る D 缶になります。まずループから進めていきます。こちらは普段持ち手を作る時の作り方と同じ方法です。まず2つ折りにして折り目をつけます。広げたら中央に合わせてさらに折り目をつけていきます。で反対側も同じようにして折り目をつけます。こうすることで厚みが均等になるループができてきます。で中央で合わせます。はい、そうしたら縁取り布も同時にアイロン作業していきます。こちらはまず2つ折りにします。で2つ折りにしたら一度広げて、片側のみ少しですね、1、2ミリぐらい少し離れたところで折り目をつけておいてください。2ミリぐらいですね。ちょっとヌビキルトの厚みを意識して2ミリぐらい離れたところに折り目をつけます。それでは、ループを縫います。だいたい端から 1.5 ミリぐらいのところを目指していきます。そうしたらこの端から5センチのところを切ります。この D カンのタブを通してこの部分を仮止めします。そうしたら、こちらのナスカンの方にもこんな感じでテープを通したら、この端をこのような感じで包みます。で針を刺したら最初に上糸をちょっと引っ張ります。で、布が落ちるところまで縫っていきます。はい、落ちたら針を布に戻します。押さえを上げて布を回転させましょう。で最初の糸を切ります。下げて、でまっすぐまた縫っていきます。できるだけ最初のミシン目に重ねると綺麗に仕上がっていきます。で返し縫いして同じようにしてもう一度押さえを上げて、これをだいたい3回ぐらい繰り返していきます。そうすると仕上がりはこんな感じになります。返し縫いで縫うよりも綺麗に仕上がっていくので、ぜひ、試してみてください。それではファスナーをつけていきます。ファスナーはこんな風にしてこういう仕上がりになっていきますので、まず仕上がりをちょっと仮置きしてから始めるといいかなと思います。でファスナーをこう置きますので、どの状態で進んでいくのかをちょっと見てください。縫い代を包むというやり方になります。ここの幅が2センチぐらいになるように仕上げていきます。で今回はヌビキルト 7mm のピッチのものを使用してますので、このちょうど2本目ぐらいのところにファスナーのこの端を合わせます。
ファスナーは表向きにして合わせていきます。はい、そうしたらここの部分を、5 m m の仮止めで縫っていきます。こちらはファスナー押さえを使用します。もしヌビキルトで作らない場合はだいたい 1.5 センチ離したところに、ファスナーのこの端が来るようにして合わせてみてください。縫い目の長さは 3.0 に合わせます。ファスナーの向き気をつけてください。そうしたらこの状態にして重ねていきます。で、ヌビキルトの上を縫っていくのは非常に難しいので、今回はシーチングの上を縫えるようにして重ねます。で、重ねた時の柄向きの方は仕上がる時の向きを意識してください。このような状態になっていきます。仕上がりがですね、こうしていくとこの部分ですね、このぐらいになるようにして合わせていくんですけれども、ここの幅がだいたい2センチぐらいになっていきます。この2センチを意識して縫っていくと綺麗に揃っていきますので、今度はミシンのガイドの方を使っていきます。はい、それではいつものようにミシンの針基板の方を利用してスキングテープを今度は20のところに合わせていきます。マスキングテープのガイドを使うと縫いやすくなりますのでお試しください。はい、そうしたらファスナーいつものようにですね、このようにちょっと包んでやるんですが、ちょっと重なりが厚くなりますので針の号数を確認してから進めていくようにしてください。そしたらここの際の部分を縫っていきます。で、いつもですとファスナー押さえで際を縫うんですけれども、今度は直線縫いの押さえに元に戻して縫っていきます。際はだいたい端から 1.5 ミリぐらいを目指して縫ってみてください。はい、それでは縫い終えたところです。裏面はこのような感じになっています。直線縫いの押さえに変えることで均等に、押さえの力が加わるので、片押さえでやるよりは、縫い目が安定しますので、今回は、そのようにしました。で、今度はちょっと向きを逆にしてこの縫い代を包んでいきます。こう包んで畳んでいくような感じですね。で、包む時のこの幅が決まったところでコロコロオープナーを使って折り目をしっかりつけていきます。で、今回はヌビキルトのこの縫い目の線がありますので、こちらをまっすぐに揃えるようにして留めていきましょう。そうしたらここの際を縫います。この部分は 2.5 センチぐらい離した状態で縫っていきます。はい、それでは縫い終えたところです。今度は上の部分同じようにして仕上げていきます。こちらも向き気をつけましょう。続いてはファスナーをこのように重ねましょう。この縫いキルトは 7mm ピッチなので、だいたいこの縫い目のところに合わせていくといいかなと思いますが、実際作ってみるとですね、このミシン目にぴったり揃えるよりは少し離した状態ですね。1ミリぐらい離した状態がちょうど良かったので、そのように合わせてみてください。やりにくい場合はパス待ち針を横に留めてもいいかなと思います。それでは、この状態で一度ファスナーを閉じて、ズレが、ないかどうかも確認しながらフ
ファスナーを留めていただいて、ここの部分を先ほどと同じように 5mm で縫っていきます。はい、では縫い終えたところです。少しねミシン目よりずれた方がやりやすいかなと思います。はい、で、端から 5mm のところですね。5mm が分かりにくい時はこうファスナーのこの折り目を見ながら縫っていくといいかなと思います。それでは生地向きを気をつけながらこのようにして合わせていきます。で今度は、縫う場所ですね。今度は 1.5 センチ離したところがいいんですけれども、これで実際合わせていくとこういう風にちょっと折り目をねつけていくとちょっと目安になっていくかなと思います。今度は 1.5 センチのところになります。では、今度はまた同じようにしていきます。今度は 15mm のところですね。ここに合わせてマスキングテープを貼ります。でマスキングテープがこう布の端に合わさるようにして縫っていきます。今縫い終えたところです。ちょうど端から 15mm のところになります。そしたら先ほどと同じようにしてちょっとファスナーがつながっていくので縫いにくくなっていきますけれども、丁寧に進めていきましょう。で際を縫います。縫う位置に針を刺して確認しながら進めるといいですよ。返し目をしてはい、このように縫い終えたところです。それでは先ほどと同じようにして縫い代を包みます。で包んだらしっかりと折り目をつけましょう。はい、そしたらこの際のところを縫います。はい、じゃあ縫い終えたところです。多少歪んだりしてちょっと縫いにくいかなと思うんですけれども、これでほぼ難関は通り越したかなというところになります。そしたらループを仮止めしていきます。ループのこの縫い目の方が外側に来るようにしてここにピタッと合わせましょう。この位置ですね。この位置にピタッと合わせてここでまず仮止めします。仮止めは端から 5mm のところを縫っていきます。はい、このような感じで仮止めしました。ループの状態はこうなります。それでは裏にします。裏にするときファスナー少し閉じておきます。細い方が上になりますので、細い方の上のところから3本目のところですね。ここで折り目をつけます。でバチバチで留めましょう。そしたら反対側も折っておきます。この状態になります。この面を見て縫い終われるようにしたいので、この下に縁取り用の布を重ねていきます。下に重ねてください。このような感じですね。で、こう上に見ます。で、端をまず上に揃えます。この折り目のところは2センチのところを目安にされるといいかなと思います。でこの面を見ながら縫っていきます。ミシンの押さえの端を使ってこの端を縫います。
はい、それでは縫い終えたところです。でこういう伸びる素材を縫うときはできるだけ伸びない素材を上に重ねて縫うと縫いやすくなりますので試してみてください。それではですね、こうちょっと余った部分がありますのでここも切り落としておきます。今回は立ち切りで仕上げていきたいと思います。切りっぱなしの状態で仕上げるということですね。包むとより角に厚みが増してしまいますのでそのままで仕上げていきたいと思います。で余分なファスナーも、カットしました。で、ちょっと縫う前に説明を忘れてしまったんですけれども、折り目のある方は残しておいてください。折り目のない方で重ねています。そしたら今度は包んでいきますね。縫い代をしっかりと倒し、ですでに折り目がありますのでその折り目に合わせて今度はこの縫い目のところに重ねて縫います。こちらはパイピングの縫い方で紹介していますので、バイアスの縫い方ですね、紹介していますので、そちらも合わせて見ていただけたらと思います。このような感じで、この縫ったところがですね、隠れるようにして包んでいきます。今回は1センチではなく8ミリにして、ちょっと脇のごわつきが、少し収まるようなイメージで仕上げていますので、はい、じゃあこの状態で際を縫います。この縫い目のところにこうかぶすようにして縫っていきます。はい、このような感じで縫い終えたところです。そしたら反対側も同じようにして縫っていきます。ファスナーの脇に D カンのついたタブをこちらでこう重ねて仮留めします。これは最初にやっておいてもいいかなと思います。後でやってもやりやすい方法でしてください。こう空いてた方が反対側縫いやすい場合は今回のように後からつけてもいいですし、最初から閉じてる方がやりやすい場合はこのループを縫う時に一緒に仕上げてみてください。ここはギュッとしっかりと閉じるように、ファスナーをねしっかり閉じる意味でもありますので、こうしっかりギュッと押さえながら縫っていきましょう。そしたら先ほどと同じようにこちらの縁取り布を縫っていきます。同じようにして3本目のところですね、これ今縫ってしまっているの見えないですけれども、こちらのところで折り目をつけます。で反対側はもうすでに縫ってありますので、この部分で内側で留めます。そしたら縁取り布を裏側から重ねます。折ってない方を縫いますので、このようにしてもう一回留め直してください。今度はループが入ってますので、ループを縫い込まないように気をつけながら縫っていきましょう。同じようにしてミシンの押さえの端を使いながら縫います。それでは先ほどと同じように際を縫います。これで最後のミシンになります。もう少し頑張りましょう。はい、これでミシンは終了になります。そうしたら仕上げにここの角をカットします。この部分ちょっと厚みが増しますので、ミシン目切らないようにして斜めにカットしましょう。でカットした部分はボンドなどで固めておくといいですよ。それでは表にします。はい、いかがだったでしょうか。で完成になります。ちょっとふっくらした感じの仕上がりのポーチになります。で角が出てない場合は少し目打ちで押し出すようにして外に角を整えてください。お疲れ様でした。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。